Hey guys, how you doing? I'm Takashi from Japan. So today, I'm at Shochiku Studio in Kyoto, a sacred place for Japanese period dramas. Today, I will go behind the scenes of these dramas, which are usually unseen, interviewing craftsmen and women who have been supported these traditions, to get a closer look at their craftsmanship. Shochiku Studio is one of Japan's most venerable studios, originating from Makino Toki Studios, which opened in 1935. The studio has produced many films and TV productions, mainly period drama for Shochiku, although it changed its name after 1940. The most notable titles include The Royal 47 Ronin of the Genroku era, directed by Kenji Mizoguchi, Kohato by Nagisa Oshima, The Twilight Samurai by Yoji Yamada, Zakuro series, and Oni Hates Fire series. メイクアップルームに来させていただきました。自己紹介していただいても大丈夫ですか？はい、メイクの徳山大村です。はい、よろしくお願いします。お願いします。この仕事をされてどれぐらい何年ぐらいやられていますか？ちょうどね40年ですね。はい。40年。40年です。何歳の時に始めたとか？18ですね。おお、はい、最初に18歳の時にこの仕事をしようと思ったきっかけって何かありました？いや、あんまりね、なんていうんですかね、どうしてもこの仕事がしたいとか、そんな感じではなかったんですけど、たまたまちょっと知り合いの人に見においでみたいな感じで言われて、で高校を卒業する時に僕は進学じゃなくて就職したかったので、ちょっと見に行ったらなんか楽しそうやなみたいな感じで。じゃあ逆にそれまではなんか映画が特に好きだったとか時代劇を見ていたとかそういうわけではなかった？なかったですね。もう時代劇もほとんど知りませんでした。なるほど。じゃあその日ふと見に行った日が人生が変わったんですね。そうですね。そうですね。なんか40年やってきてまだ成長してるって自分自身感じる時ありますか？成長というかね、やっぱり当時今の僕ぐらいの先輩たちとかねいて追いつこうとか思ってやってたんですけど、なんていうんですかね、やっぱり終わりがないというか、はい、そうですね。もうこれで僕これ以上のことできひんわ、完成なんていうふうには全然思えないというか、わかんないですね、いつまでも。自分のその技術において一番自信持っているものだったりとかっていうのはありますか？他の人にはこれは負けないみたいなものがあれば教えていただきたいなと思うんですけど。いや、なかなかね、なかなかそういう自信持ってこれって言えないですよね。何ですか？言えないですけど、はい、逆に言えばね、これが僕できますみたいな顔せえへんとこが僕の。なるほど。っていう裏方なんですね。やっぱどこまで行っても。なるほど。でもやっぱり自分の仕事には誇りを持たれてるっていうのは間違いないです。なんていうんですかね、俳優さんがメイクします、桂香ります。例えば見てるお客さんが「うわ、あの人時代劇桂似合うよね。いやいや、ちゃんと似合わせてます」みたいな自信というかはありますけど。なるほど。この勝負そうだな。盗賊改めをお役御免になるまで預かってくれんか。頭の間恥をかきたくないからな。今これあるんですけど、ここにお名前が入ってますけど、松本幸四郎さん、鬼平ですよね。はい、鬼平が実際に使ってるカツラです。これはやっぱりその人それぞれの頭の形だったりとかに合わせて全部作られている。はい、もう一人一人形に合わせて、こういうアルミの土台があるんですけど、そこから合わせて、でそれに全部こういう毛を全部つけていって、こういうネットに。これ大変なんですけどね、一本一本毛を通してるんで。全部これ一本一本。そうなんです。これがちょうど生え際になりますね。これが。はい、このネットが分からなく装着してカメラで撮るっていうのがまた大変で、実際ここにこういうネットが映るとね、確かにちょっとそうなんです。場面によってこういうちょっと乱したりとかして。そうなんです。そうなんです。もの自体を変えたりもしますね、場面によって。侍ですよね。こっちちょっと違いますよね、こう膨らみが。確かにちょっと女性っぽい
丸いこう膨らみがあるんですね。これがいわゆる町人、侍じゃなくて町人、町の人、武士ではない。そうなんですの髪型はこうやって袋付きって言ってこういう膨らみがあるんです。なるほど。はい。あ、そこで差があったんですそれ全部ねちょんまげの形とかこういう髪の結い方で身分とか職業とかそういうのが大体分かるというか。なるほど。ちょっとこれ茶色いですよね、なんとなく。そうですね。でこれがちょっと黒いなと思って。黒いですよね、はい、これ一番オーソドックスで多い色なんですけど、実際これ地毛じゃなくてカツラじゃないですか。はい、本当は大体日本人の大体黒普通でいくとこれぐらいちょっと黒かったりするんですけど、はい、なんとなくね黒いとね重たく映るんですよね。映った時に重たく見えるんですよね。だからこういうちょっとワンランク明るくした色にして。でも最近はこれ多分ね昔のフィルム時代照明なんかもものすごい当ててましたから、はい、なんていうんですかね、こういう色の方が自然に映ってたんです。今はもう言うたらすごく画像が、もう見た通り映るようになってきたんで、若干黒目の、これでも問題なく。そうなんです。黒目のやつを多くしてきてますけどね、最近は。なんとカツラを実際僕が被らせていただくことになりました。カツラとの間のラインを消すだったりとか、そういう技術を実際に、目で見させていただけることになるのでとても光栄です。よろしくお願いします。はい、お願いします。これは瓶付け油っていうんですけどね。なるほど。シールみたいな。シールというか、まあのりみたいな。昔のワックスみたいな。ああ、なるほど。そこで固めるんです。そうなんです。ほら日本髪見るときにお相撲さんなんかもこの油使って確かにめっちゃワックスっぽい。これって演者の方と朝からそうなんです。ずっと夜までこのまま。まあ夜までというか例えばもう2、3時間出番が空いたときは外したり一旦外したりもしますし、そのまま大丈夫っていう人はそのままつけてありますけどね。思い出に残っている出来事だったりとか、よく覚えてる仕事ってのはありますか？特に仕事ね、まあ40年結構長いんで、まあ、40年前想像してもらったら分かるんですけど、今とこの映像の世界なんかもう激変してますから、当時はもうフィルムばっかりで、まあ映画もそうですしテレビもフィルムでドラマ撮ってましたし、まあ時代劇はもちろんそうなんですけど、そこからいろんな映像の技術が発展してますよね。今もう 4K、8K みたいな。そこでやっぱり一番最初にビデオカメラで撮るようになった時に一番苦労しましたね。フィルムからフィルムの画像とビデオの画像って全然画質がもう鮮明度が全然違いますから、極端に要求が高くなって、それがちょっと追いつかないみたいなとこが大変でした、ね。なるほど。いやすごいです。今びっくりします。久しぶりに目を開けたんでなんかすごい変わってました。まあ若侍みたいな感じですよね。ありがとうございます。ちょっと軽く上見てもらえますか。目だけ、おでこがグッと、そう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 。はい、こんな感じで。ありがとうございますすごい。全くラインとかわかんないですね。これすごく真面目な若侍っていう。若侍っていうのはどういう部分で若い？まあもちろんご本人の年齢も若いですし、なんていうんですかね、まあカツラのこういう生え際があるんですけど、これのポジションも外へ逃がせば逃がすほど老けていきますし、顔が。だからそこそこ若い人はちょっと前にとか。最終的に自分たちが見たのは15分20分だけの工程でしたけど、その中にも多分本当に一つ一つ説明し始めたらキリがないぐらいのことを多分やられてるんだなと思いながら見てて感服いたしました。ありがとうございました。本当すごいですね。
メイク室を見させていただきました。次に衣装室に、お邪魔させていただきます。右足左足足入れてもらっていいですか。これ持ってもらって、はい、ズボン履くみたいな感じで、はい。たまにね片方に両方足突っ込む方もいらっしゃるんで、はい、こんな感じで出来上がりました。出来上がりました。ありがとうございます。実際に着替えさせていただきました。どうでしょうか皆さん、侍の格好をさせていただいてますけれども、インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちは今衣装ルームにいるんですけれども、実際に何されてる方だったりとかを紹介いただけますか。時代劇の衣装を用意して、つけて現場を回している松竹衣装真柴と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この業界で働かれて何年ぐらい。23年ですかね。なるほど。時代劇ってやっぱり衣装ってとっても大切な、はい、もちろんやっぱり重要なエッセンスの一つだと思うんですけども、まずどうして衣装部っていうかその衣装の領域に携わろうと思った。もともと着物自体が好きで、一番最初の仕事は呉服屋さんやったんです。呉服屋の仕事をしてて、で着物が基本的に好きだったんで、着物に携わりたいっていうので呉服屋に勤め、その後貸し衣装にちょっと入ることがなって入ったんですけれども、着付けでなんかこう仕事になればいいかなと思って、そう思った時に時代劇の着付け勉強し始めて、それで縁あってこちらにアルバイトとして雇っていただいたのがきっかけですかね。なるほど。僕は素人なので全く分かんないんですけども、この時代劇を見て、ここの衣装の方優秀だなだったりとか、そういうのってあると思うんですけど、なんかどういう部分でなんか見分けつけたりとか。例えば、時代劇だったらもうやっぱり時代劇というか、時代物の衣装を着てた場合、これはポリエステル使ってるねとか、これいい着物使ってるねとか、あと衣装さん必ずあると思うんですけれども、汚しの世界って言ってすごく素敵な汚し、いい汚ししてるなとか、そういうことでいいなと思うところもあるし、これはちょっとポリなんだねとか、そんなのは全然よくわかりますね。見ててもわかります。ちょっと作った衣装があって、はい、汚れてる方がきっといいだろうなと思って、雨風、日光に照らして、日光の力で自然な汚れというか焼けができるんで。それ撮影までに。そうですね。時間があればこうやってやりますし、時間がなければ人工的に漂白剤使って色を落としたりとか、例えばこんな感じで汚したりとか。これが人工的に。そうですね。これは漂白剤で汚したりとか。この辺もちょっと人工的ではあるんですけど、ちょっと汚しこういう感じの、もともと着物の時にこのぐらい汚ししてるやつ、焼けてる、ずっと着てるみたいな感じに見えるように人工的にやっていったりとかで、全部この辺縫ってチクチクして、これとかも全部チクチクしてまた使えるように。それって人工的にやった場合と干したりした場合とで結果変わってきます。干した方がやっぱり綺麗ですね。なるほど。これ時間がない時用に。時間がない時は結構人工的によくやります。皆さんやってますね。汚しは皆さん上手にやってます。例えばこの辺の袖口とかはよく使うから破れる擦れるでしょっていうことで、ここだけちょっと破れ入れたりとか。ここも日が当たる。そうです。ここが一番焼けるんで、この辺が焼けるように。そことか特に焼かれてますもんね。焼けているように見せたりとか、襟周りってやっぱり油汗つくんで、ここが汚れたりとかしやすいんで、そういうのを着てるものって必ず水通ってるじゃないですか。ってことは汗もかくし、そんなに洗わないけれども
縫い目が縮んだりするんで、あえて縫い目ちょっと縮ましたりとか、ちょっとここがねつってみたりとか、わざとにそういう釣りを出したりシワを出したりとか、本当にこうやってずっと揉んでるんですけど、もう全然これで柔らかくなってちょっとこうくたっとする感じっていうのは出そうと思ってしてるんです。あと特にここみたいなことはもちろん肩のところは特にここですよね、とか袖口とか一番。制作される際になんか大切にしていることだったりとか、演者の方と関わるたりとか、この制作所で大切にしていること何かありますか？鬼平だったら伝統、本当に日本の伝統の本格時代劇だと思うんです、鬼平は。なので変に奇抜なものを使ったりとか、変に目立つものを使うんじゃなくって本当にオーソドックスな普通のものを出していくっていうことを心がけてます。で他の作品だったら例えば監督の意向やその本を読んだ時の世界観で、ここはきっとこのぐらい遊んでもいいんだろうなっていうのが分かれば、この時代には絶対存在しないであろう生地を使ったり存在しないであろうデザインをあえて考えたりとかいうことをして、世界観とか監督のイメージをできるだけ忠実に出せるように。時代劇って着物なんで露出とか結構少ないんですよ、足も出さないし手も全然出さないし少ないんですけど、女性なんかこう襟を抜くってここちょっと抜いてるんですけれども、そういうのをその抜き方一つとか、この襟のここの緩めせ方とかここの折り目だったり、なんかそういう本当に些細なことなんですけれども、そういうので色気が出せる。なるほど。露出はしてないんですけど、なんかほんのちょっとここが見えるだけとかね、ここ襟がもうあと気持ち抜けてるだけですごく色気が出たりとか、確かにそういうのですかね。ただ抜くだけじゃなくって本当にここに緩みを持たせたりとか、その辺特にそれこそ女性の着付けの方とかはよりそうです、その辺そこに強そうな勝手なイメージですけど、楽しいんですね。なるほど。はい、装飾部に来させていただきました。よろしくお願いします。なるべく映したらあかんで。おお、逆。左手に持ってもらって、これで完成。これが鬼平、今度は新しく始まる大城さんの。結構重いです。向こうが刀持ってきたとしても十手でこれすぐさばくというから、そこそこのものがないと。なるほど、確かにこっちの方が圧倒的に重いですもんね。なるほど。こちら刀いくつかあるんですけども、なんか僕は素人目からじゃ正直違いがそんなに分かんないんですけれども、どういうなんか違いがあったりとかってされますか？一般的にはその、清掃っていうか、清掃、清掃の時にはこういうロザやそのツヤツヤのあるその漆の刀を使うんですよね。で普段はこういう刀じゃなくてこういう遊びのある刀。このショートもね長いじゃないですか。短い方が動きがしやすい。でこれヘア差しとか言うんですけどね。刀とかって言ったって、これとこれと巻くのとこれつばと鞘を作るのと紐を作るのと全部一人がやってるわけじゃなくて。なるほど。いろんな人が。これ普通負けませんからね。確かにこれどうやって巻いてるのか分かんないです。分かんないでしょ。特殊技術があるんです。だから確かにそれも確かにこれ時代劇の伝承なんですよ。それを伝える人がいてちゃんと教えてやるっていうのはね。なるほど。もう時代劇を伝えるために技術なんですね。そうすごい技術なの。漆一つにしても、これと全然違うでしょ。確かにこっちはくすって言ってるけど、こっちこれなんかもう作れない。これ昔のやつですよね。だからもう大事にしてるっていう時代、だから時代劇を大事にしてるやつらが集まって時代劇やってるっていうだけのことなんだけどね。装飾の中込と申します。この業界、この装飾の
職業に携われてからどれほど時間が経ってますか？何年ぐらいやられてますか43、4年かな。？43。もう東映に入って何も知らないのに現場に行かされて、とりあえずお前分かんなくてもいいからカメラの横にいてずっと見とけ。これでね何でもこうやってね今は調べられるんだけど、違うんだよね。聞くのとか見て確認するとかってそういうことをしないから、だからもう現場で覚えて怒られて蹴っ飛ばされて覚えるっていうのが普通だった。でもねそれが楽しいの。育てるってことが今入ってきてくれないからできない。ああ、なるほど、うん、若い人が入ってない。若い子が入ってない。こう汚い格好してさ、ほこりだらけのことさ、雨降ってさカッパ向きないでさやってるとかさ、これ見てたらさ誰も入ってこないだろう。なるほど、働き方がちょっと違うんですね、でもねもうやりたい子はいてほしいんだけどね。俺らもうとりあえず成り行きになっちゃったからもうやっぱり始めた時は40年続けるとは思ってなかったですか？やっぱ、でもねやめようかなと思ったことは一回もない。あ、そうなんですね。全然ない。ここの装飾は他の人と違うだったりとかっていう自分独特とか自分特有のものっていうのは何かあったりしますか？監督とかね全てに合わせて、それで見てる人がスーッと流せるような、自分を出して自分の思ってることとかなんか思いを絵に映るように、それで見てる人がスーッといけるようにしたいなってことはずっと思ってる。はい、では中込さんの作業場に潜入させていただくことになりました。ぜひ見てみましょう。歴史を感じますね、これは。すごいな。まあ、こういうね資料的なことを残していかないとダメなんだよな。どういった資料が多いですか？地図とか小道具的な刀とかね、時代が違うと明治大正とかってクラシックな博物館みたいなやつとかね。それで合戦もんね、太閤記なんてもうみんな知らんと思うけども、日本の合戦信長と家康秀吉とか、でこの辺のやつはねもうほんまにすごい本がいっぱいあるわけですよ。こういうものが俺らがいなくなってもこれを引き継いで持って帰って読んでくれる人がいないとダメだってことなんだよな、基本的には。あとは葛藤の提灯持ってくれよ。あ、ぜひ行こうぜ。どうぞ。こちらはどういったところですか？勉強するところです。勉強するところ。はい。なるほど。あ、これが提灯です。はい。失礼します。これまずなんて読みますか？これって。加藤。そのままですよ。加藤。火付盗賊改め方の略で加藤。火付盗賊改め方。提灯って海外ないですよね、多分。似たやつは全部あんねん。海外同じ役割を果たしてる。全部一緒。この形が日本。この形は日本。この貼るという技術が全部日本の技術なんで。ランプみたいな役割なんですかね。そうだよね。海外でいうっていうような日本独特のランプの形です。はい。じゃあ最後に鬼平を見られる方にここを見てほしい部分だっていうのを具体的にありますか？新しい目でこうしろという人間の鬼平を見てください。なるほど。リメイクではない。リメイクではありません。リメイクではない。全て新規でやろうと思ってます。それで実際に装飾道具でも新しく新調されて、よろしくお願いします。はい、続きまして美術ルームに来させていただきました。次に美術についていろいろお聞きしたいと思うんですけれども、はい、今回鬼平犯科長で、美術監督をさせてもらってます倉田智子です。よろしくお願いします。お願いします。美術関係のお仕事はどれほどやられてるんですか？そうですね。助手時代から入るともう30年近く30年、になってますね。始めたきっかけ、インディ・ジョーンズなんですけどね。あれの魔球の聖戦でなんだ大きな玉がゴロゴロゴロってあれを見た時に
この全部セットで作られてるっていうのを見て、すごいとか思って、こんなん作れたらすごい面白いだろうなっていうとこから始まって、なぜか知らないけど時代劇にしてます。でもかなり80年代とかですよねあれ。あ、そうですね。そうですね。だからあの印象的な、僕も一番印象残ってますあのシーン。京都に姉がいてて、で姉がその京都にそういう映画を作る若い作り手を募集してる映画塾っていうのがあるよって言われ、で京都でその映画を作るその学校に入って、でそこの中のその美術コースっていうのを通って、でそこから現在に至ってます。30年間、この仕事をやられてて、先人の方たちから学んできたもの、美術において何かありますか？設定になる場所の実寸を測りに行くっていうのをよく言われてたんですよね。だからその台本読んで、今回は例えば、ここのお寺のこの部分をセットで作りたいってなると、じゃあそこの場所に行って実際ものを測ってきて、で同じものをセットで作る。そうするともう本当になんか超リアル。確かにもう本物ですもんね。そうです実寸が合ってたら、うおっていうのをそういえばずっと言われてたんで、だから多分今私も撮影入る前はやられてるんですか？実数で測れるところを測りに行ってますし、設定の場所にも見にも行ってます。セットじゃなくて、これはロケに行ったのかなって思われるのが一番成功した感じです。時代劇だったり鬼平の見どころはありますか？美術において。はい、今回はCG を多用してあるんですよね。で、そうなんです。広がりをテーマにして今回作ってあって、今までこの狭い中でその江戸時代のあちらこちらの場所を作っていかないといけないわけなんですよ。でそうなると、見えてはいけないものとかが結構あるんで、それを隠すためにいつも高い塀とか立てて、そこでストップっていうか、もうそれ以上は多くありませんよ的なことで見せないようにしてたのが、今回はそれの向こう側を CG で作ってくれるっていうことになったんで、だからもっとこれ以上に奥に広がりがある、街に波があるっていうのを今回やってもらったんで、そういう意味で、設定が本所っていう、これそうなんですけど、ここに大川、隅田川ですかねがあって、で江戸城がこっちで、こっちが本所なんですけど、川を CG で作ってもらって、川を渡ったここが現場ですよっていう風な感じで作ってもらってるんです。要所要所にその作ってもらったCG は入ってるんですけど、ワンカットパッと入ると、その次はもうちゃんと撮影した風景を入れて、それがこうつながっているように見せる。だから本当になんかCG だけの単体だとってなって、すごい違和感にしかならないのを見てて自然な感じなんですよね。時代劇って昔のことを取り上げてて、それとは並行に今の現代の技術も取り入れてるっていうのはすごい面白いなって思いました。今回はそうなんです。特に多分すごいうまくいってるんじゃないかなと思って。すごいですよね。なんかその昔のものを見てるようで、それもまた進化して今風になってるっていうある種、それが今回からそれはめちゃめちゃ見どころです。すごい楽しみなんです。その仕上がってるのが。なるほど。はい、続いてオープンセットの方にやってまいりました。こちらはどういった建物でしょうか？はい、こちらは平蔵たちがよく集まっている小鉄っていうお店になります。ありがとう。うまい。ここでもう本当にこっからこっちは外のところを増築しまして、で、この辺のデザインも実はここ屋根裏が見えてまして、でそれを隠すための隠すためもあるんですけど、ちょっとこじゃれた雰囲気を出すために網代を貼ってあります。だから少しでも広く見せるために、めっちゃ広く感じですね。これあるだけで。そうですね。あそこに書いてあるけどね、シャモ鍋って鍋なんですよ、基本的に。
でいろんなものをここで座って突き出しとかいろいろ出てて、お酒と飲んで、これで鍋をつっつくという。こう開けたら川が見えて、船が船頭が来て荷物を運んだり人を運んだりしてるっていう、こう情景みたいなことが撮れるという。もともと火が大きくなるまでやって大丈夫。火大きい方がかっこいいしね。おお、結構これかなり大きい明かり。一回消したら。一回消してみる。おお。一回消すか。真っ赤で分からへんやないか。でもこういうことがこの明かりでこういろいろ夜のもうちょっと顔寄せて。まあ基本的にはこういうことで、はい、みんな鍋を食ってるっていうことにしてます。これはもう30年も使ってますね。いや、なんかすごい急に神秘的になった。なんか急に本当に江戸時代にいるみたいです。急に。ちょっと難しいです。ちょっと結構火強いですよ。そう火強いもっとね。強く、もっと頑張れ、頑張れ。ちょっと難しかったですね。これでいいね、これでいいね。実際に見せていただきありがとうございました。多分一見何でもないような描写だったりとかシーンが実際美術の方だったり装飾の方にとってはすごく緻密に計算されて出されてる一シーンだったりとかもすると思うんですけども、実際に五鉄や鬼兵の中で見れることがあるのでぜひ確認してみてください。Okay, so today I interviewed so many craftsmen, craftwomen, and then we learned so many things, right? And especially as a creator who makes video by myself, it's really impressive that they've doing the same thing for 20 years, 30 years. I really respect them, and we learn so many things from them today, right? The most basic thing is the most important. It's all about passion as well. If you like it, you can do it anytime, anywhere, as much as you want, right? I can tell like they work really hard, but they're enjoying it, That's the point, If you like it, you can do it. And that's what I learned, the craftsmen, the craftwomen, like big shout out to them. That's how we call craftsmanship, right? So I really, really respect. I want to be like them one day, as someone who makes video. So everything we talk about, everything we hear, everything we learn today, you can see from Onihei's file. This is actually a good opportunity, so we can see, this title from different perspective than others, right? So don't miss this title. If you won't regret, I personally recommend. I personally excited to watch as well. So please check it out.